続きまして、ホームカミング講演会の方に移りたいと思います。ご講演は、システム情報科学研究院教授、岩隈正隆先生でございます。題目につきましては、脱炭素を目指す電動航空機、空飛ぶ車の研究開発と題してご講演いただくことになっております。それでは岩隈先生、よろしくお願いいたします。先進電気推進飛行体研究センター岩隈でございます。本日はご紹介いただいたタイトルで、講演をさせていただくということでございます。で、内容としてはですね、今開発されつつある空飛ぶ車の開発状況およびその課題、実現するための課題をご紹介した上で、その課題解決のためにはネドプロとしてですね、すでにもう5年目になるんですけども、航空機の電気推進化を旧大が中心として進めております。で、そこで開発した、超電導技術を適用した推進システム、これを空飛ぶ車にも適用しようということでございます。で、最後にこの空飛ぶ車を起爆剤として、旧大が目指している脱炭素、カーボンニュートラルへ導く、至るシナリオについてもご紹介させていただこうということでございます。波及効果についてはちょっと、話の展開上順番を入れ替えさせていただきます。はい、で、空飛ぶ車はですね、空の移動革命を実現するんだということで、手軽で身近な空の移動手段として定義されております。で、そのために要求される性能としては、垂直離発着が可能だということと、電動、それから自動運転、オートパイロットでないといけないということでございます。で、今あるすでに社会で実装されている航空機には長い滑走路が必要ですし、福岡空港は 2.8 キロの滑走路があります。で、ヘリコプターは、ローター径がですね、十数メーター、あるいは二十数メーターということで、博多駅前のオフィスビル、もしくは中央区のマンションの屋上であれば、20メーター程度は空間が取れるわけですが、片や当然、戸建ての家になりますとですね、20メーターのこの丸は家からはみ出すわけでございまして、手軽で身近な空の移動手段というわけにはいかないということでございます。で、空飛ぶ車は1、2メーター径の複数のローターを持つんだと、そういう電動の垂直離発着可能な機体 EV トールだと、それとプラス、人が運転するんではないと、勝手に行き先を指定すると、勝手にそこに飛んでいってくれるというオートパイロットでないといけないということになります。で、今、世界中で空飛ぶ車は研究開発が進められているわけですけれども、中国のイーハン等は日本でもデモフライトを行っておりますし、実際にもうすでに東南アジアでは遊覧飛行を行っているという段階で、開発、ディベロッパーは主にはベンチャー企業なわけですが、ボーイング、エアバス等の大手も当然ながらその開発に乗り出しているということでございます。で、一番進んでいるのはアメリカのベンチャージョディアビエーション、すでに1000億の研究開発費を投資等で獲得して開発を進めているということでございます。で、これは第2世代の機体で、これが第3世代の機体ということで、今現状でこの機体を用いて各種デモ等を行っているということでございます。ちょっとこれはホームページから動画を持ってきたんで、滑らかさには欠けると思うんですが、垂直に離陸して、だんだんプロペラの角度を斜めにしていって、水平飛行に移っていくと。で、最終的にはまた斜めにプロペラの向きを変えて、最後は垂直に着陸するということでございます。
でただですね、現状で開発されているその空飛ぶ車というのは、この赤丸ですね、横軸にどれだけ飛べるのかという飛行距離、それから縦軸は巡航速度、どれぐらいのスピードで飛ぶのかということで、プロットをしますとですね、大体この赤丸のあたりしか実現されていないと。で、その次のその上のですね、このベルだとかリリウムっていうのはですね、リリウムはドイツのベンチャーで機体まではできているわけです。で、アメリカベル社っていうのはオスプレイのメーカーでもあるんですが、これは、機体はすでに開発しつつあるんですが、ただ条件がついておりまして、電源は高性能なものが実現できればすぐに入れ替えるから、それで遠くまで飛べるようになるということで、実際には飛行はしていないということでございます。で、それがこの辺にありましてですね、でさらに、もっと遠くまで飛べるものとしてはですね、こういうふうに、飛行機と同じように滑走してっていうか、道路を走ってですね、翼を広げて飛んでいくと。ただ、中身のエンジンは自動車用のガソリンエンジンだということでございます。で、今それがこの青のエリアになります。ただですね、これはガソリンエンジンで、この下のロビンソン R44 というのも、既存のヘリコプターでございます。で、その R44 をですね、電動化しようということで、バッテリー500キロのバッテリーを積んで、エンジンをモーターに置き換えて飛ぼうとするとですね、航続距離は10分の1、スピードもさらに遅くなるというのが現状でございます。で、もう少し航空工学的に考察をしてみるとですね、まずこの、青いところ、ハリアー F の 35B というのは、こういう垂直離発着可能な飛行機だということでございます。で、いずれもジェット噴射の角度を変えると、変更ノズルを持っておるということでございます。F の 35B は今から航空自衛隊等々で導入が進められるということでございます。で、これ機体重量12トンで30メガワットというものすごく強力なエンジンを搭載しているわけですが、これ前にですね、ここが二重反転プロペラで、リフトファンで、後ろはこのジェット噴射を変更ノズルで傾けて下向けて垂直に離発着するということですが、ただこれ以上重たくなるといいますか、フル装備をすると垂直には上がれないと、ほんのわずかでも滑走しないと離陸ができないというような、要するに限界設計といいますか、限界がここだということがなっております。で、その他にも何点か、例がありましてですね、要するにこのエンジンの中身のファンというのは大体1メーターぐらいの直径なんです。で、1メーターぐらいのファンで垂直に上がろうとしますと、この緑のラインになる。で、ところがすでに飛んでいるヘリコプターをデータ取ってきて跳ねのけ、オスプレイも片側 11.3 メーターのプロペラを持っておりますので、これももうほぼヘリコプターだというふうに見なせるということで、それをプロットするとですね、この赤のラインになってしまうと。要するに同じ重量でプロペラ径が小さいほどパワーはたくさん必要だということになります。で、軽自動車800キロの機体に4人乗って大体1トンで、その空飛ぶ車を垂直に上げようとすると、大体1000キロワット、1メガワットのパワーが必要だというのが、要するに今のすでに作られているヘリコプター、あるいは垂直離発着可能な航空機のデータを整理するだけでそれが分かるということになります。で、そうだとしても、空飛ぶ車がですね、現状でどういう状況なのかといいますと、1人2人を乗せてですね、せいぜい10分20分しか飛べないというのが現状でございます。で、空の移動革命を実現するなんていうのはまだまだ難しい状況で、軽自動車並みの機体を垂直に上げるためには1メガワットのパワーが必要だということになります。で、電気自動車、燃料電池車はすでにあるじゃないかというふうに言われるかもしれませんけれども、これらはですね、ちょっと
この辺全部それぞれのデータを眺めてみるとですね、すべて電源もモーターも最大で大体100キロワット、要するに1メガワットっていうのはあと10倍必要だということになります。で、空飛ぶ車をその空の移動革命と、それを実現できるようなものに仕上げようとするとですね、小型軽量な推進システムが必要だということになります。で、電源としてはですね、要するにバッテリーはエネルギー密度が化石燃料液体水素の数十分の1でしかないと。要するに重たいバッテリーを積んでもなかなか遠くに飛べないというのが現状でございます。で、燃料電池自体はですね、10年後の今の国家プロジェクトの目標が4キロワットパーキログラム程度でございまして、ジェットエンジン自体がですね、5から6キロワットパーキログラム、要するにその電源だけでこういう数値では4っていうぐらいでは全然足りないということでございます。なので、航続距離を確保しようとしますとですね、何らかの燃料を、燃焼させてガスタービンで発電しながら飛んでいくしかないというのが、現状でございます。で、その開発課題、こういうものを実現しないと空の移動革命実現できませんよと言って何が必要ですかと。で、推進システム、こういうふうに電源とモーターあるいは発電機等々の重量を軽減しないといけない、軽くしないといけないということを考えていきますと、結局今言われている課題、開発課題は何かといいますと、航空機の電気推進化と同じだということになります。で、九州大学すでに、ネドのプロジェクト、経産省ネドのプロジェクトとしてすでに今年5年目でございます。航空機の電気推進化を超電導技術を使って、開発しようということで今企業と一緒に取り組んでおります。で、その動向を簡単にご紹介させていただきます。で、ジェットエンジン、航空機はジェットエンジンで今飛んでるわけですが、当初航空業界は2050年までには全排出量 CO2 排出量を半減するということを謳っておりました。ところが航空機の数は2倍になるので実質4分の1にしないといけないということでやってきたんですが、2021年には業界自らが実質ゼロだと、半減ではないと、そこまでもう思い切ってやらない限り存続はないというふうに判断されたということでございます。で、実質ゼロだということはもうジェット燃料を使うなと、使わないということでございまして、当初航空機のジェットエンジンは大口径化、空気いっぱい吸い込むんだということでエンジンの径を大きくする、それから高バイパス比というのはですね、この真ん中のジェットエンジンの部分を流れる空気の量と、この一番外から見える大きなファンで後ろに空気を追い出す、ここの流れる空気の量の比率をですね、バイパス比と呼んでおりまして、今大体10とか11が実現されております。で、真ん中のジェットエンジンが後ろに吹き出すジェット噴流による推力というのはたかだか 15% で、ほとんどは第一ファン、外から見えるファンが後ろに空気を追いやるだけということで 85% の推力を得ているということでございます。で、そうするとこの真ん中のジェットエンジンをモーターに置き換えてもほぼ同等の推力を得られるじゃないかというのが航空機の電気推進化でございます。で、ところがそのモーターにですね、モーター発電機に鉄と銅の塊である上電動のモーター発電機を搭載すると、今大体産業用のモーターで300キロワットで大体2トンの重量があります。鉄の塊ですので、それを搭載すると本末転倒の結果にしかならないと、重たすぎて飛べないと、効率よくは飛べないということでございます。で、そこで超電導技術が期待されているということでございます。で、超電導というのは同じ太さの線を持ってくるとですね、100倍の電流を無損失、発熱なしで流すことができます。で、それを使ってモーターを構成すると、重さは10分の1、パワーは2倍というモーターが実現できるはずであるという期待のもとに今、開発が進められているということでございます。で、旧大が中心として進めているネドプロでやっているものはフリーターボエレクトリックと
いう方式でございます。で、これ何ですかって言いますと、燃料、ここでは水素ガスです。液体水素を燃料として飛んで、その蒸発した水素ガスをガスタービンで燃焼させて発電機を回す。で、発電した電力をリアルタイムで超電導モーターに給電してファンを回す。で、それによって飛んでいくということでございます。で、この超電導を冷やさないといけないということなんですが、それには液体水素、絶対温度で20ケ、摂氏でいうとマイナスの250度付近のものを燃料として搭載しているわけですから、その冷熱を有効に活用しましょうということで、燃料の冷熱を、超電導システムの冷却に使おうということでございます。で、アメリカでは十数年前に NASA が次世代の航空機、電気推進の航空機としてすでに概念設計をして発表しております。で、N3X っていうんですけども、これも、超電導モーターをこの辺にたくさん積んで、で発電機が翼の先っぽについているということで、この辺に並んでいるのはモーターとファンがたくさん並んでおります。で、何をどうしようとしているのかと言いますと、機体の上の上部の空気の流れを速くしている。これによって揚力を大幅に向上させている。プロ野球で今日本シリーズやってますけども、ストレート投げるときにこういう回転を与えて上の気流を速くして球が伸びると、カーブのときには反対方向に回して落とすということで、それとまさに全く原理は同じものでございまして、機体の上部を通過する気流が速ければそっち方向に揚力というか力を受けて揚力が大幅に向上するということで、70% の省エネ、要するに3割 30% の燃料があれば同じ距離を飛んでいけるという設計になっております。で、エアバスもそれから遅れること十数年、まず2035年までには、ジェットエンジンを積んだジェット機、それからプロペラを積んだターボプロップ機のいずれかを2035年までには就航させるというのを CEO 自らがプレス発表したということでございます。で、唯一の欠点はゼロエミッションにはなるんですが、水素は軽いといいますか密度が低いということで体積だけが大きくなるということで、この機体の後ろ3分の1は水素タンクだと、液体水素のタンクだと。で、ANA とか JAL みたいな航空会社にとっては全然嬉しくないわけです。人と荷物を運んでいくらという商売をしているそのところにとっては燃料タンクだけ大きいのはまかりならんということになります。で、エアバスもその先にはちゃんと NASA が発表しているようなこういう電気推進の航空機を開発しますということを宣言しているわけです。で、これにも同じように超電導の発電機モーターが搭載される。燃料は液体水素ということになっております。で、経産省ネドが航空機の電気推進化を始めるということをやり始めて、九州大学にすでに5年間で大体50数億円のお金がこのグループに降りてきております。もちろん九大だけではありません。メーカーも一緒にした金額です。で、なんで九州大学なんだということなんですが、これは何度も今までにも申し上げてきましたけれども、九州大学は1960年代から超電導の研究をずっと継続的に行ってきましたと。要するに半世紀以上にわたって超電導の研究をやってきてるんですと。で、その中で、いろんなことをやってきました。で、成果の明確に示せるものとしては、超電導体って磁界がかかってそれが変動すると時速は量子化されてしか超電導体の中に侵入できない。出る時も同じだということで、それが出入りする時に AC ロス、交流損失のほんのわずかな損失が発生します。直流では発生しないんですが、交流になるとそれが出てくるということで、そのロスを定量的に測る測定法、これ IECTC90 という国際規格で定義されているのは9大方式だと。国内では実規格として9大方式の測定法
が採用されていますと。で、その定量性をベースにどうやったらそのロスを減らせるかということを長年にわたって研究してきましたということでございます。でプラスそれに必要な冷凍機の開発も企業等々と一緒に組んでやってきたと。でこれは通常はヘリも冷媒風呂のみたいにして使うんですが、これはネオンを使って液体窒素の温度領域の冷却をするような冷凍機です。そこら当然世界で初めて開発したということになります。でプラス液体窒素の全体力必要な電力機器ではジェックという規格がありまして、その中でそれぞれの変圧器電圧回帰が決まって、それがどこまでの雷インパルスの電圧に耐えないといけないか、交流過電圧に耐えないといけないかっていうのは全部明確に数値として規定されているということでございまして、350キロのインパルス140キロボルトの交流過電圧1分というような規定がありまして、でそれを満たしているということを今まで実証してきたということでございます。でボーイングやエアバスがそれを始めるときに電気推進化を始めるときに、当然世界をサーベイして、9大グループに気づいてくれて、で9大グループが超伝導のモーター発電機推進システムを開発するんだということで、報道していただき、大学の中で彦体センターを作っていただいて今日に至るということでございます。で超伝導の応用例としてはですね、多分中央リニア新幹線マグレブリニアモーターで MRI 核実況面を利用して人間の断面を見ると、それから核融合炉イータで、それからジュネーブ郊外にあるセルンの水素、陽子の加速器ラードハードロンコライダーで、こういうものに超伝導マグネット使われております。でもうすでに出来上がってるじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、これすべて直流でございます。で直流だって専用の電源で通電をして自然界の蒸乱は一切入ってこないと。でそれであれば金属系の低温の超伝導材料を使ってもうすでに設計ができるレベルに至っている。ところが交流になると先ほど申しました AC ロスが発生して、その低減をやらない限り実現は交流機器の実現ができない、超伝導の機器はできないということがあります。でプラス航空機ではこういう落雷も当然あって、これがあったところで航空機を押したら即座に使っていただけないということになります。なので電力機器電気機器で自然界の蒸乱落雷地落、そういう事故があっても壊れてはいけないと、超伝導が破れてはいけないというのがあります。でそれに耐えるものっていうのはまず低温 4.2K では無理です。で我々、窒素の絶縁耐力、それから、地落短絡をしたら過大電流が流れます。超伝導もともと線材細いわけですね。それに大電流が流れる。ですぐ焼き切れるはずであるというのが、通常の皆さんの予測だったわけですけれども、どんなにやっても焼き切れない。なぜか超伝導が高抵抗化して電流を減衰してくれる、減流効果を発揮してくれる。でそれの設計までできるようになったしているというのが、強みとしてあるわけです。でこれは横軸動作温度で縦軸は比熱なんですが、どんな物質も超伝導に限らず低温下では温度の3乗に比例して比熱小さくなります。なので液体ヘリウム温度では室温の1000分の1で、水素になると液体水素になると100倍上がるんですが、それでも数十分の1で、窒素になると数分の1です、室温の。ということで我々使っているのは1986年に見つかった液体窒素で超伝導になる酸化物の超伝導剤、それを使って今航空機の推進システムの開発をしようとしております。でなので冷却冷媒の元として搭載するのは燃料として液体水素なんですが、実際に超伝導を冷却しているのは液体窒素だと。なので水素はそこにはもちろんここの熱交換器のところにはまでは来るわけですが、その先超伝導の電気の部分にはその水素をやってこないということでございます。で、これはちょっと
専門的になるんですが、この糸キャンパスが受電している、9電から受電している電力はエネルギーセンターで入力側の電圧は66キロボルトです。6万6000ボルトで、それを6.9キロ6900ボルトに変圧器で落として各建屋に送っています。でその変圧器1台が8メガワットです。8メガ VA、8メガワットが、それが3台あって、通常2台しか動いていない。要するに、で、9台が契約している電力はその1台分です。ほぼ1台分、8メガ程度。で、今、我々が開発しようとしている、その航空機、ボーイングの737に適用しようとする動体力を使って3分の1にするんですが、今のジェットエンジンが両方、右左合わせて60メガワットの推力を持っています。でそれを3分の1にして20メガワットで、9台が今変圧器3台でフルに受けて24メガワット、糸キャンパスが。でその電力、同じだけの電力、電気エネルギーを使って飛行機を飛ばそうというときに、今現行の航空機で一番電力を使っているのはボーイングの787で、それは 1.5 メガワットの発電能力があります。ところがその電圧は300ボルト以下で、要するに航空機って上空に上がって低圧になって対電圧が下がっていきますので、低圧でないといけない。で低圧でないといけなくて20メガワットの電力、出力を確保しろというと、大電流でないといけない。電力って電流かける電圧ですので、電圧が低くないといけないとすると、電流はすごく何千アンペア何万アンペアと大きくしないといけない。で直流だったら先ほど申し上げたように超電導はもうすでにできている。もう上乱入らないですから 4.2 系で比熱が小さくても大丈夫だ。ところが交流になると途端に難しくなるということで、なんで9大がやってるのかといいますと、世界で交流の超電導のそういう世界の研究をやってるのは9大だけだということでございます。でここは米国の航空機大企業との契約で、今今フェーズではまだ名前を明かさないということになっておりますが、マンスリーでミーティングをやりながらこの5年やってきているということでございます。で国内では重工とあと充電メーカー等が入っていただいて、今研究開発を進めているという状況でございます。で、これはですね、4年前研究開発を始めて少しした時点で作った全超電導の同期モーターです。で1キロワットしかないんですけども、それでもこういうふうに進むことはできるということでございます。でそこから5年経ってプロジェクトの目標としては400キロワット500キロワットクラスの全超電導のモーターを試作するということでございます。で先ほど申し上げたような窒素で冷やす熱交換器を使って、液体水素との熱交換で超電導システムを冷却するというようなことを実現するために研究開発をずっと進めてきたということでございます。でただ水素はキャンパスの中で使えないので、その代替として液体ヘリウムを使って冷熱源としております。でなんでこんなあんまりきりでもない写真をお見せするのかというと、超電導洗剤が巻いてあるのは巻いてあるんですが、その通常は上電導機器であれば巻いてあるものは鉄芯です。鉄です。ところが超電導のこれは FRP に巻いてあります。GFRP、 圧倒的に軽いものです。でこれがローターですね。で電気芯も同じです。鉄芯はない FRP の巻き枠にこうやって超電導洗剤が巻いてある。ですがさすがにメーカーがですね作るのにもうビビりましてですね、少しでもいいから鉄芯入れさせてくれという開発初期なのでいいやということで、ここにほんの薄い鉄芯がヨークとして入っております。ただここぐらいまでが
窒素の空間になるわけですけども、ほぼが乱動だというのが分かっていただけるかと思います。でこれをCFRP の容器に入れてモーターを構成し、熱交換器、将来は液体水素と液体窒素の熱交換をやる、それが現状では液体ヘリウムだということで、それを開発して本体より小さい冷却ユニットで冷却をしているということでございます。でこれバス通りから見られた方もおられるかもしれませんけど、工学部前のバス停から反対方向の超電導センター、低温センターの横にこういうプレハブを作りましてですね、その中にもう超電導モーターと、上電導の同期機モーターを入れてですね、これ MG セットっていう、我々の世界で言うんですけども、モーターとして使ったり発電機として使ったりで、外からエネルギーをあんまり使わなくて、電力使わなくてもこういう試験ができるということで、一つずつ発電機とモーターとして組み合わせて試験をするということで、まずこれ分かりやすいようにゆっくり回してるわけですけども、これはこっち側から回す、動力として回して発電機として、機能するかどうかを確認する。でこういう、上電導の同期機が工場出荷の時にするような試験をまずやって、同期機としてちゃんと機能してるよねということを確認しながら、モーターとしてこういう、試験を行っております。これはこの超電導のモーターで駆動させているということでございます。で本来なら2500回転まで回さないといけないんですが、まだ、インバーターを使うとノイズだらけで電圧も電流も温度も圧力も何も測れなくなるというのがありましてですね、バイポーラー電源、静かな電源で回して、その電圧の限界が 460rpm だったということで、今年度中には定格を目指して試験を継続的に行うということでございます。でアメリカでは年間に700億1000億1年間です。それだけの研究開発が出てます。日本では、先ほどお見せしたように5年間で50億しかいただいています。要するに年間に直すと100分の1の予算で、とりあえずアメリカではまだ影も形もないものを作って回したということでございます。で最終的には当然ながら、こういうボーイングの737、100人から200人乗りの航空機、これが一番売れるその大きさだということで、これの電気推進化を目指して20メガワット、最終的にはトータルして20メガワット、モーター1個の出力としては2メガワット、それが10個だということで、500キロワット、400キロワットっていうのもそんなに小さいわけではないと。あとワンステップで、G フェーズでは2メガワットのモーターを開発する計画をしているということでございます。で超電導というと、先ほどお見せしたような重厚長大なっていう感じがされるかもしれませんけども、世の中誘導モーターの方が大半のモーターで使われているわけでございまして、超電導でもこれはもう何度もお見せしたかもしれませんが、これは発泡スチロールの容器の中に液体窒素を入れてですね、でこれが誘導モーターとして回ると。でこれ超電導モーターです。ということで小さいものもできるということでございます。でこれを先ほどの空飛ぶ車の、推進源として適用しようということでございます。それを今、やろうとしているということです。で日本ではドレスプロジェクトといって、エアタクシー等を実現しようと、空飛ぶ車で実現しようというその国のプロジェクトが走っているわけですが、残念ながらですね、1人2人が
10分、20分しか飛べないということでございます。で、ただ半世紀前に1960年代にエアロスバルという航空機がもうすでに作られておりまして、垂直離発着はできないわけですが、今仙台空港に飾ってあると。でこれは160馬力のエンジンで4人を乗せて1000キロ飛べるというものでございます。でこれに対して今日本で開発できているものは、性能としては、航空機としては移動距離もペイロード、人を搭載できる人間の数、荷物の重量ともに劣っているということになりますので、政府が大阪万博で空飛ぶ車をと一生懸命頑張ってたんですが、結局今どうなっているかといいますと、アメリカとイギリスかな、ヨーロッパから買ってきた機体でデモをするということ止まりで、国産の機体はまだ開発されていないということでございます。で見るに見かねてではないと思いますが、ホンダも自ら開発するということを、宣言されているということでございます。ただ PM モーターとバッテリーの組み合わせでは、先ほど申し上げた制約からを超えることはできないということで、超電導を使った推進システムを適用して、液体水素を燃料として飛ばない限り、航続距離の延長、それからペイロードの拡大はまずできないと、見込めないということでございます。でこういう先ほど申し上げたようなこういう問題を解決しない限り、空の移動革命は実現できないということでございます。でその空飛ぶ車が実現されたときには、今すでに小さな宅配用の無人ドローンというのはたくさん開発されて、空撮とかに主に使われているわけですが、空飛ぶ車を何に使うのかといいますと、人の移動というのはもちろんなんですが、プラス物流、それから緊急時の緊急時災害対策等々が期待されているわけです。で一番大きなライフスタイルを変革するというようなものとしては、物流の方が人を乗せないから安全なんだから、それを先に実現すべきだということになるんですが、先ほど申し上げたように、軽自動車1トンで1メガワットで、そうすると数トンの荷物を乗せるトラックになると10メガワットの推進システムが必要になる。でバッテリーだと無理なので、超電導の推進システムをここに適用して初めて物流からスタートするということが実現できそうだということになります。で人のライフスタイルの革命としては、離島山の上に住んでて、ひとっ飛びで天神に仕事に来れるということが実現できそうだということでございます。で日曜日には親類の結婚式に、飛んでこれるということでございます。でオートパイロットですので、どんなに飲んでも帰りは勝手に連れて帰ってくれるということでございます。で東京で行くと、それが山の上は伊豆箱根になり、東京都心まで、それで通勤できるということになります。で今ヘリコプターで消火活動をやっているような場面でも、ホースをつなぐと連続的に散水できるということになります。で送電線の建設にも使えるでしょうということでございます。で今冒頭でもございましたように、道路インフラ、国と地方を合わせて大体、1兆円ですかねのものすごいお金を費やしております。でそれがこういう空飛ぶ車が開発されれば不要になると、それから限界集落等もなくなるでしょうと、山の上に住んでても大丈夫になりますということです。で新しい産業も生まれるでしょうし、分散型の電源を担ってもくれるでしょうと。でマーケットとしては、航空機としては、ボーイングとエアバス合わせて年間に20兆円ぐらいしかないんですが、そのうちの 20%、ボーイング737でいきますと、全体で100億円、右と左のエンジンが10億、10億で20億円です。でそれが、超電導の推進システムに置き換われば、それぐらいのマーケットはあるということでございます。でこれは車です。で車の場合には、世界のマーケット、今新車売るだけで250兆にいっております。でそれを
空飛ぶ車に変えるということができれば、ものすごいマーケットだということになります。で、この、空飛ぶ車を起爆剤としてカーボンニュートラル脱炭素をどうやって実現するかというシナリオ、我々が今何を描いているかということを簡単にご紹介させていただきます。で、もうこの辺はテレビ等々でご存知のように、もう温暖化暴走してますよと。で、北極圏も南極の氷も今はどんどん溶けてますと。で、地球全体が温まってますと。で、大雨、台風が強烈なのも気温が高くて空気中の水蒸気の濃度が高いからだということが言われております。で、 CO2 排出量、年々増加して、何もしなければ 4度以上の温度上昇、2100年には。で、対策を打っても 1.7 度、2度ぐらいは上がっていくでしょうというのが、今の予測になっております。ただ、ここには北極圏等で永久凍土でからブクブクと気化してくるメタンガスは含まれていないということで、 CO2 よりもメタンガスの方が圧倒的に温暖化効果が高いと。で、それ入れると多分とんでもない温度上昇になるんではないかというふうに今言われております。で、地球が温まってるから CO2 が増えたのか、 CO2 が増えたから地球が温まってるのかという話があるわけですけども、結局もうIPCC はもう人間活動が温暖化の環境だということを、何千人もの気象学者が集まってデータを集めてきて議論して、もう結論付けてしまったということでございます。で、それは南極の氷をボーリングしても産業革命が起こるまでは大気中の CO2 濃度は変わってなかった。それが、実際に大量に化石燃料を使い始めてから、こういうふうにもう上がっているのがもうデータとして取られてしまったということで、人間活動が、CO2 増やしている温暖化の環境であるということでございます。で、震災の前までは日本の CO2 発生源って、電力が4分の1、車が5分の1、要するに 25% の 20% だったわけですが、それが震災で上は原発の稼働率でそこがガーンと落ちたとすると、1キロワットアワーの電力を発生するのに CO2 の発生量がガクンと上がったということで、震災後は、これは九電が自ら発表したやつですけれども、日本の CO2 の4割は電力が発生していますということでございます。で、世界の一次エネルギーの化石燃料の比率は 84%、85% だということで、それを今からゼロにするのは並大抵のことでは実現できないであろうというのは、誰でもがそう思われるわけですね。で、世界の、エネルギーの消費の、形態では電力っていうのはそんなに大きくはない。で、日本でも電化率って 26% 程度、それでも世界のトップクラスにいるわけです。世界の平均は大体、電力として使っているのは 20% 程度だということでございます。で、具体的に頭の中で理解するのに、その CO2 何億トンと言われてもピンとこないということがありますので、今どれぐらい石油換算すると使っているのかというのを計算してみますとですね、日本の年間の12億1300万トンというのは、1分間に5000本のドラム缶、1本200リッターのこのドラム缶を5000本準備して1分間で燃やし尽くす。次の1分にはまた5000本持ってくる。それを燃やし尽くす。それを朝から晩まで24時間365日やったら、ようやく12億1300万トンの CO2 が発生できると。で、世界でいうとこれは1分間に13万6000本だということになります。なので、いかに化石燃料を使っているかということでございます。で、森林が吸収してくれるじゃないかというのがあるんですが、日本の場合 66% が、国土の 66% が森林で、それがあるとしても、
そこで吸収してもらってるのは 4% 程度だと、排出量で。最近東大の先生が 2.5 倍ぐらいもっと計算間違ってるって言われているのがありますけども、そうだとしてもそれも10% 程度、要するに減らさない限り CO2 濃度増えていくということでございます。で菅総理の時代にこういう宣言して、ガス協会も協力すると言って、ヨーロッパもものすごいお金を投資して今革命を起こそうとしているわけです。でそれをやらなくてもアップル等はもうグリーン電力でないと部品買ってやらないと、サプライチェーンの隅までその宣言したということでございます。で不動産会社も自分のビルは全部グリーンなんだということをやろうとしています。でこれ講義で使っているやつなんですが、エネルギー変換は要するに電気工学の世界でございまして、火力発電、原子力発電でそれをタービンで機械動力に、機械エネルギー動力に変えて、発電機で電気エネルギーに変えている。で末端までいった電力を今度はモーターで、日本の場合には 60% をまた動力として使っているということでございます。でこれがエネルギーの流れなんですが、何がいかんのかというと、この化石、化学エネルギー、要するに化石燃料を使って発電しているのがいかんのだと言ってるだけであって、他は別に大丈夫だと。でも化石燃料って何ですかというと、定義に帰って石炭、石油、天然ガス、それは動植物が何千万年何億年かけて圧力と温度で変質して今の形になったものです。でそれを今数百年で使い果たそうとしているということでございます。で要するに脱炭素というのは化石燃料をエネルギー源とする近代文明、それはやめんといかんよと言ってるということでございます。でその代わりになるものは、この炭素を介在させないということで、その代わりに水素だということで、持続可能社会、地球環境保全、脱炭素、低エミッション、すべて言ってることは同じで、化石燃料を使うのをやめて水素に変えざるを得ないよと。でその水素は再生可能エネルギー、太陽光、風力、水力で発生するんだということでございます。なので太陽光があって、水力があって、風力があって、でそれで得た電力で水の電気分解して水素に変えるということで、電力の世界はカーボンを介在しないエネルギー変換が実現できそうだということでございます。でここまでのお話で、CO2 の排出量はとんでもない数量だと。で空飛ぶ車は1トンでも1メガワットのパワーが必要なんだと。で空飛ぶ車というのは大量の水素を必要とする初めての社会インフラであるということで、1メガワットといいますと、電力系統でどれぐらいのあれなのかといいますとですね、国内に登録してある自動車というのは8000万台あります。で1メガワットの出力を持っているとすると、日本の総発電能力は、電力会社と自家発と合わせて267ギガワット程度です。でそれを1メガワットの空飛ぶ車で賄おうとすると、フルパワーで発電すると26万7000台、10分の1の100キロワットを発電してもらうとすると267万台、そうだとしても8000万台の 3.3% でしかない。要するに空飛ぶ車が社会実装されて地上に駐機しているときには、ごくわずかな空飛ぶ車が地上で駐機してて発電してくれてたら、今の日本の発電能力は賄ってしまいますよということでございます。で再生可能エネルギーの一番の難点はエネルギー密度が薄いということでございます。なので今の化石燃料のようにどっかから運んできて火力発電所を作るなんていうのはできないと。要するに地産地消分散型の電力発生、要するに太陽光、風力、水力、それをやって、こういう液体水素と電力のエネルギーの供給網を、これは
ケールはどれぐらいかというと、今の水道企業団、県よりは小さいんだけど市よりは大きいという程度のものを作って、それを電力系統で結んでエネルギーの融通は行う、足りないところには電力で送る。でそのエリアで、水素で全てを液化する必要はない、必要な分だけ液化して空飛ぶ車の燃料として、供給していただければいいということでございます。なのでカーボンニュートラル、そうすると火力発電の4割、自動車が2割弱の CO2 を排出しているものを最終的にはゼロにできるでしょうということでございます。なのでその時には空飛ぶ車を小型分散型の発電所にしてくださいということでございます。位置づけましょうということで、エネルギー供給体制の変革だけ唱えてたんでは実現はできないということで、大学の役割としては、IBM というのはインターナショナルビジネスマシーンで、昔は食肉の薄切りあるいはタイプライターを作って1960年代にはコンピューターのメインフレームを作っていた。でも今何も作ってません。でも多国籍企業として世界中で何十万人の職員を養っていけてますということで、業態を変えるしかない。で電力は今は電気を作って売ってるということなんですが、それをエネルギーのマネジメントをやっていただくような役割を担っていただくということで、自らも水素で発電した電力を売られてもいいでしょうが、水素もマネジメントしてくださいということでございます。で鉄道で、これはもう銀河鉄道999で白国という SF が空を飛ぶという SF ファンタジーなわけですが、ここで描かれている世界で結局人はどこかで乗るんだと。で空の上に軌道が描かれていて、そこを飛びますということで、オートパイロットでないといけないということで、今の航空路、道路は固定されているわけですが、それを3次元のバーチャルのスカイウェイで、一番速いところはハイウェイだということで、飛行速度ごとに帯域を決めて、その上で飛ばしましょうと。で朝夕はそれを自動で切り替えましょうと。書き換えればいいじゃないですか、どうせ何もないんだからということで、列車の場合には連結してるわけですけども、それが変態だとしても悪いことはないでしょうということで、今鉄道はダイアグラム、こういう過密なスケジュールをこなして、指令所で指令を送って安全に運行している。で飛行機の場合には数キロ四方に1機しかないんですが、空飛ぶ車になると数十メーター四方に1機があるということで、過密スケジュール、過密ダイヤということで、それを担っていただくような会社、業態に変えてくださいというようなことを、大学としては発信していかないといけないんじゃないでしょうかということでございます。で社会システムの変更は、ここに書いているようにそれぞれの業界が水素の社会実現に貢献していただくということでございます。で鉄道が分かりやすい例だったのでご紹介したということでございます。でこういうシナリオはですね、経産省工務課空のオフィスにもインプットはしておりまして、全てを認めていただいているわけではないんですが、水素と脱炭素と航空機と絡めて、認識をしていただいていると。でプラス今年で5年目でネドプロイ一区切りなんですが、次年度からまた新たな航空機開発のプロジェクトも立ち上げていただくような計画を経産省自ら、多分財務省で切られないようにという布石だと思いますけれども、プレスで発表されているということでございます。はい、大学は社会価値の変更を、今では市場原理だとかですね、集中配線だとかいうことを、が社会の姿ですが、それを価値を変えていくということを発信しながら、実際にその研究開発をやっていかないといけないでしょうということでございます。はい、以上でございます。ありがとうございました。岩隈先生、貴重なご講演ありがとうございました。
ですね、これからですね、質問の時間を受け付けたかったところでございますがですね、ちょっと時間がですね、押しております。実は次のですね、交換会がですね、10分後ぐらいになりますので、ここではですね、ぜひ聞きたいという質問だけ1つ2つぐらいお受けしたいと思います。どなたか何か質問ございますでしょうか。もしございましたら質問していただければ1つ2つです。特にございませんか。あとオンラインで視聴されていた方でですね、質問されたい方はですね、チャットボックスに書いておいてください。後ほどですね、岩隈先生の方からお答えしていただいてですね、お返しするようにしたいと思っております。どなたかいらっしゃいますか。はい、どうぞ。はい。はい、空飛ぶ車はいつぐらいに実現しそうな感じなんですか。PM モーターとバッテリーの組み合わせであれば、先ほどお見せしたように、すでに実際に飛んではいるわけですね。はいはい、で、それで満足するという世界であれば、エアタクシーは、5年後ぐらいにはもう実際に実現されるでしょうと思います。はい、ただ離発着場の整備だとかいろんな問題があろうかと思います。それから一番面倒くさいのは法整備かもしれません。落ちた時に誰が責任取るんだという話、はいはい、で、超電導の遠くまで飛べてペイロード、人もたくさん乗せられて荷物もいっぱい飛べますよというのは、ですね、我々10年後にはそのものを作っておこうという計画を作って役所には出してるんですけど、財務省まで認めてくれたんですけど、なかなかですね、いろんなものが抵抗して、すみません、変なこと言うと後でまた怒られる先ほどおっしゃった社会価値を変更しないと実現はなかなか難しいという、だと思います。はい、価値を変えていかないと、はい、社会を変えるというのはもう産業を変える、要するに多分今の生きてる環境が価値が変わらないと変わらないんじゃないかなというふうには思っております。でも実現は10年後ぐらいにはできそうなものはできる。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。それではよろしいでしょうか。他にご質問よろしいですかね。ご講演いただきました岩隈先生には、この後ですね、2階の北ホワイエで行います、ホームカミングデー交換会の方にもご参加いただきますので、もしご質問ございましたらその場でもご質問いただければというふうに思っております。それではですね、これをもちまして、ホームカミングデー交換会を終了いたします。ありがとうございました。